皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。いられ編第2回目ということで、本日はイラストレーターの使い方について話していきたいと思います。イラストレーターを開きましょうということで、自分は Adobe Creative Cloud のコンプリートプランに入っています。コンプリートプランだと動画編集アプリやコーディングアプリも入っているので、そういうのがいらないという方はイラストレーター単体のプランでもいいかもしれないです。ということで、ツールをダウンロードしていただくとこのような画面になっているので、まずはファイルの新規ファイルの Web タブから Web 台を選択していただき、作成を押してください。ここで最初に視聴者の方と自分の環境を合わせたいので、イラストレーターのところから環境設定で対のところを選択していただき、すべてをピクセルに変更してください。現在の画面がこんな感じになっていると思います。デフォルトだと使いたいツールのウィンドウが隠れてしまっているので、一旦皆さんの作業効率化のために自分が普段使っているウィンドウに設定し直させてください。ウィンドウの表示に関しては、このナビゲーションのウィンドウから設定することができます。次に各モジュールの説明ですが、この上のところがナビゲーション、画面の真ん中のところがアートボード、左のところがツールバー、僕の表示と違うという場合はこちらを押してください。そして右のところが各モジュールのウィンドウとなっております。間違えてタブキーを押してしまうとツールバーと各ウィンドウがいっぺんに消えてしまうので、もし消えてしまったらタブキーを押すか、それでも直らなければナビゲーションのウィンドウから再度設定してください。ではまずツールバーからシェイプツールの丸をクリックして選択してみましょう。この状態でアートボード内でクリックしてスライドをすると、このように丸のシェイプを作ることができます。続いてナビゲーションバーの一番上にある黒い矢印ボタンをクリックしていただき、作った丸をクリックすると選択状態になります。続いて左のナビゲーションバーのところから拡大縮小ツールを選択してマウスを近づけたり離してみたりしましょう。シェイプがいろんな形に変わると思います。このシェイプが前回の動画でお話しした画質が劣化しないベクターデータです。その証拠にナビゲーションエリアの下の方にある虫眼鏡のアイコンをクリックしていただき、円のシェイプにクリックで近づいてください。画像がジャギジャギしていないと思います。ロゴやアイコンを作るときは、この拡大しても端がジャギジャギしないベクターデータを使わないといけないということを覚えておいてください。他にも右のウィンドウからカラーというところを選択いただくと、シェイプの色目を変更することができたり、シェイプの周りの線の色目を変更することができます。線のサイズはここのウィンドウから変更することができます。次にこのレイヤーウィンドウの説明ですが、Adobe 製品には共通のレイヤー概念というのがあります。簡単に言うとちぎれみたいな感じで、レイヤーの上にあるものが一番上に表示されて、レイヤーの下にあるものは上のレイヤーに隠れた状態で表示されます。ここでポイントなのは、なるべく同じ情報属性のものはグループ化して名前もつけて、もし他の人がこのデータを開いても分かりやすいレイヤー構造にしておきましょう。実際に働くと悲しいレイヤー構造のデータを見ることが多いので、皆さんぜひここは気をつけてください。レイヤーの命名規則については、自分はこうしているっていうのを次の動画くらいでお話しします。続いてよく使う機能でマスクというのがあります。マスクっていうのは写真などの素材の上に切り抜きたいシェイプをかぶせて切り抜くという技で、チラシとか印刷物を作るときとかによく使います。今後紹介する Photoshop でも同じ原理でマスクを使うので覚えておいてください。次にパスファインダーの分割刈り込み合流で、これは複数のシェイプを重なったところで分割したり、重なったところを統合したりする機能です。ロゴを作ったりするときにはかなり使う機能なので、こちらも覚えておいてください。最後に整列と分布ですが、シェイプはシフトボタンを押しながらクリックしていくと複数選択することができます。こうして複数選択したときに、例えば各シェイプを真ん中で揃えたいなとか、各シェイプの間隔を揃えたいなっていうときに使える機能です。こちらもロゴを作るときに対応するので覚えておいてください。それでは以上でいられ編第2回目を終わりたいと思います。次回いられ編3回目は作業効率化のためにショートカットについて詳しくお話ししていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。